2026年5月6日、大阪の法廷に静寂が訪れた。裁判長が判決文を読み上げる声が、静まり返った室内に響いた。被告人は無罪。その瞬間、傍聴席からおえつが漏れた。老いた男性は両手で顔を覆い、肩を震わせた。弁護士が駆け寄り、その背中をそっと抱きしめた。29年という歳月が、ようやく終わりを告げた瞬間だった。この物語は、1997年の日本、大阪で始まった事件だ。一人の男性が殺人罪で逮捕され、裁判で有罪判決を受けた。証拠は状況証拠だけだった。それでも、彼は刑務所へ送られた。家族も、日常も、自由も、すべてを奪われて、しかし、真実には足跡がある。どれほど時間が経っても、消えることのない足跡が、事件当日、彼は大阪にいなかった。東京の地下鉄を、IC カード1枚で移動していた。犯行現場から 1000km 以上離れた場所に、彼の記録は残っていた。そのカードの履歴は、捜査段階で等に存在していた。だが、誰もそれを真剣に受け止めなかった。無視された。たった1枚の交通カードが、29年後、再審の場でその記録が法医学的証拠として再評価された。専門家たちが分析した結果、カードのデータは改ざん不可能なものであると確認された。彼がその日、東京にいたことは疑いようのない事実だった。そして同時に、別に真犯人が存在するという可能性が浮かび上がった。無罪判決の後、彼は法廷の外へゆっくりと歩み出た。春の陽光が、老いた彼の顔を照らした。29年ぶりに吸う、自由の空気だった。報道陣のカメラが一斉に向けられる中、彼はただ静かに空を見上げた。言葉はなかった。涙だけが、全てを語っていた。では、なぜ彼は犯人として疑われたのか。1997年、あの事件が起きる前の日、彼はどんな日常を生きていたのか。何が、彼の運命を狂わせたのか。全ては、ある普通の朝から始まっていた。1997年、大阪の街は、バブル崩壊後の余韻を引きずりながらも、どこか活気を取り戻しつつあった。田中誠一は、そんな時代を懸命に生きる、ごく普通の男だった。年齢は32歳、大阪市内の小さな運送会社に勤め、毎朝決まった時間に家を出て、決まった道を歩いた。特別な野心があったわけではない。ただ、静かに、真面目に、日々を積み重ねていた。妻の和子とは、5年前に結婚した。出会いは職場の同僚の紹介だった。飾らない笑顔が好きだと、彼はよく話していた。二人には、まだ小さな娘がいた。名前は、桜。その年の春、ようやく歩き始めたばかりだった。誠一の夢は、大きなものではなかった。いつか小さなトラック会社を自分で持つこと、娘に自転車を買ってやること、妻と、一度でいいから海外旅行に行くこと、それだけだった。仕事は体力勝負だったが、彼は文句一つ言わなかった。同僚からの評判も良かった。誠一さんは、絶対に遅刻しない。と、上司はよく笑っていた。時間を守ること、約束を破らないこと、それが彼の誇りだった。事件が起きる1週間前、誠一は出張を命じられた。行き先は東京だった。大阪から遠く離れた、見知らぬ町、荷物の受け渡し業務のため、数日間滞在する予定だった。妻に、すぐ帰る、と告げ、娘の頭を一度だけ撫でて、彼は家を出た。その何気ない朝の光景が、後に取り返しのつかない意味を持つことになるとは、誰も知らなかった。東京での仕事は順調だった。慣れない土地でも、彼は黙々と働いた。移動には、都内の地下鉄を使った。当時、普及し始めたばかりの交通系 IC カード。誠一はそれを購入し、毎日の通勤に使っていた。その小さなカードには、乗降した駅と、正確な時刻が、全て記録されていた。しかし、そんな記録など、誰も気に留めなかった。少なくとも、その時点では、大阪では、ちょうどその頃、ある事件が静かに進行していた。誠一がまだ東京の街を歩いていた。その同じ時間に、やがて彼が大阪へ戻った時、日常はもう、元の形をしていなかった。1997年、大阪、その街は、
表向き静かだった。しかし、ある夜を境に、全てが変わった。その年の秋、大阪市内のアパートで、一人の女性が遺体で発見された。近隣住民からの通報だった。現場には争った痕跡があり、警察はすぐに殺人事件として捜査を開始した。被害者の身元はほどなく判明した。そして捜査の網は急速に絞られていった。被害者と面識のあった人物として捜査線上に浮かんだのが田中誠一だった。彼はかつて被害者と同じ職場で働いていたことがある。ただ、それだけだった。しかし警察はその接点を重視した。近隣住民の証言も捜査員の心証を固めていった。あの男をよく見かけたという者がいた。雰囲気が怖かったという者もいた。証言はどれも曖昧だった。それでも積み重なれば疑いに変わる。捜査員たちは誠一を有力な容疑者とみなすようになった。誠一にはしかしはっきりとしたアリバイがあった。事件が起きたその夜、彼は東京にいた。仕事の関係で大阪を離れていたのだ。東京での行動の記録も存在していた。交通系 IC カードの利用履歴、それは乗車した駅と降車した駅と正確な時刻をすべて刻んでいた。大阪の現場からおよそ1000キロ離れた場所で誠一は地下鉄に乗っていた。それは紛れもない事実だった。だが捜査員はその記録を軽く扱った。確認が取れていないという言葉で片付けられたカードの記録を正式な証拠として提出しようとする動きはなかった。なぜ無視されたのか、その答えは今もはっきりとは分かっていない。捜査の流れがすでに一方向へ向かっていたからかもしれない。あるいは IC カードという新しい技術への理解が当時はまだ浅かったからかもしれない。いずれにせよ証拠はうずもれた。そして捜査は誠一を追い続けた。やがて彼は逮捕された。取り調べ室での時間は長く重かった。自白を求める圧力が繰り返しかけられたと後に誠一は語っている。彼は否認し続けた。しかしそれは孤独な戦いだった。法廷では状況証拠と証言が積み上げられた。 IC カードの記録はついに一度も正面から取り上げられることがなかった。判決が下った。有罪。そしてその言葉は彼の人生を根こそぎ変えてしまった。果たして裁判所はどのような根拠でその結論に至ったのか。次は法廷の中で何が起きていたのかを見ていく。法廷の扉が開いた。誠一は手錠をかけられたまま被告席に座らされた。逮捕から数ヶ月が経っていた。その間取り調べ室では何度も同じ質問が繰り返された。お前がやったんだろう。なぜ嘘をつくんだ。捜査員たちの声は日を追うごとに圧力を増していった。誠一は否定し続けた。しかし否定の言葉は壁に跳ね返るだけだった。捜査当局が積み上げた証拠は全て状況証拠だった。被害者との接点、目撃証言、そして曖昧な動機の推測、どれも確定的な物証ではなかった。本来であれば弁護側が提出した IC カードの記録がこの裁判の流れを変えるはずだった。1997年、事件が起きたとされる夜、誠一は大阪から遠く離れた東京にいた。その動きは地下鉄の IC カード記録に明確に刻まれていた。時刻まで正確に。しかし法廷でその記録が取り上げられることはほとんどなかった。検察側は記録の信憑性に疑問を呈した。記録が示す人物が本人であるとは断定できない。そのような論理がまかり通ってしまった。裁判官は検察側の主張を受け入れた。状況証拠の積み重ねが有罪の根拠とされた。弁護側の反論は十分に検討されなかった。IC カードという本来なら強力な証拠が法廷の片隅に追いやられた。これは司法の機能不全だった。証拠を正面から見ることを法廷が拒んだ瞬間だった。判決は懲役刑。重い言葉が静かな法廷に響いた。誠一は判決を聞きながら表情を変えなかったという。すでに何かを諦めていたのかもしれない。あるいは
まだ信じていたのかもしれない。いつか、真実が証明される日が来ると、こうして、無実の男は、社会から切り離された。29年という歳月が、その日から始まろうとしていた。次は、鉄格子の向こうで、誠一がどのように時を過ごしたのか、そして何が彼を支え続けたのかを見ていく。鉄格子が閉まる音は一度しか聞こえない。しかし、その重さは何年経っても消えることはなかった。誠一の習慣生活は静かに、しかし確実に彼を蝕み始めた。朝、目を覚ますたびに同じ天井が待っていた。夜、目を閉じるたびにあの法廷の光景が蘇った。最初の数年はまだ抵抗する気力があったという。面会に来た弁護士に同じ言葉を繰り返した。私はやっていない。必ず証明できる。しかし、年月は残酷だった。最新の申請は何度出しても退けられた。証拠として提出した書類は棚の奥に消えた。世界は彼のことを忘れようとしていた。10年が過ぎた頃、誠一は変わったという。言葉が減った。怒りも涙も表に出なくなった。刑務所の中では感情を見せることが弱さになる。生き延びるために彼は自分の内側に扉を作った。それでも完全には諦めなかった。一つの理由があったからだ。母親の存在だった。高齢になりながらも母親は面会を続けた。遠い施設まで足を運び続けた。お前は悪くない。私だけは知っている。その言葉だけが誠一をつなぎ止めていた。20年が過ぎた。母親の訪問が少しずつ魔導になった。体が限界に近づいていた。それでも母親は手紙を書き続けた。震える字で同じ言葉を信じている。帰ってきなさい。誠一はその手紙を棒の中で何度も読んだという。紙が擦り切れるほど読んだという。29年という時間は数字で書けば短く見える。しかし、その中には1万日を超える朝があった。1万回を超える夜があった。無実の罪を背負い続けた。その重さは誰にも測れない。それでも、誠一は生きた。倒れそうになりながらも立ち続けた。なぜなら、真実はどこかに残っているはずだと信じていたから。そして、その信念を諦めなかったのは、誠一だけではなかった。鉄格子の外にも真実を追い続けた人たちがいた。次はその人たちの話をする。鉄格子の外にも諦めない人たちがいた。誠一の母親は息子が逮捕された日から一つのことだけを信じ続けた。この子はやっていない。その言葉だけを胸に29年という歳月を生きた。弁護士の山田誠二が初めて誠一と面会したのは2015年のことだった。ベテランの弁護士でさえ積み重なった記録の山を前に言葉を失ったという。しかし彼は諦めなかった。書類の一枚一枚を丁寧にめくり続けた。そしてある夜、一枚のコピーが目に留まった。1997年事件当日の交通カードの記録だった。それは誠一が大阪から1000キロ以上離れた東京の地下鉄を利用していたことを示していた。数字ははっきりと残っていた。時刻も路線も全てが。なぜこれが無視されたのか。山田はそうつぶやいた。捜査の段階でこの記録は存在していた。担当者の手に渡っていた。それでも証拠として採用されることはなかった。なぜなのか。その答えは今も完全には明らかになっていない。しかし記録は消えていなかった。真実は静かにそこで待っていた。市民団体冤罪ゼロの会が動き始めたのも同じ頃だった。代表の木村玲子は誠一のケースをホームページで公開した。反響は想像を超えていた。元刑事、元検察官、法医学の研究者、様々な立場の人間が自分にできることを申し出た。一人では動かせなかった岩が少しずつ動き始めた。誠一の娘は事件当時まだ幼かった父親の顔をほとんど覚えていない。それでも彼女は成長してから法学部に進み、再審請求の手続きを自らの手で学んだ。父の声を法廷に届けたい。そう言って
涙をこらえた。諦めないということは派手なことではない。毎日書類を読む。毎日電話をかける。毎日信じ続ける。それだけのことが29年という時間の中で積み重なっていった。そして2026年、ついに新しい証拠が法廷の舞台に上がろうとしていた。あの交通カードの記録が今度こそ正式に法の目の前に立つことになる。2026年の春、長い沈黙の果てについに動きが始まった。新しい証拠。その言葉が弁護団の間で静かに広がっていた。きっかけは1枚の古い記録だった。1997年、大阪で起きた殺人事件。その日、被告の男性が実際にどこにいたのか、それを示す小さなデータが残っていた。東京の地下鉄で使われた交通カードの履歴が起きたとされる時刻に、彼は大阪から1000キロ以上離れた東京を移動していた。その事実がカードの記録には刻まれていた。しかし、当時の捜査ではこの記録は無視された。理由は明確には語られなかった。ただ、証拠として採用されることはなかった。それだけのことが一人の人間の29年を奪った。弁護団が再び動き始めたのは2025年の終わり頃だった。ある内部関係者からの情報提供がきっかけだった。当時の捜査資料の中にこのカード記録が含まれていたことを知る人物がようやく証言を決意したのだ。あの記録は確かに存在していた。その一言が全てを変えた。弁護団は直ちに法医学の専門家に依頼した。交通カードのデータは改ざんされていないか、記録の日時は正確か。専門家たちは慎重に、しかし確実にその記録を分析した。結論は明白だった。記録は本物だった。改ざんの痕跡はどこにも見当たらなかった。1997年、あの日、彼は確かに東京にいた。大阪の犯行現場にいることは物理的に不可能だった。さらに、もう一つの証拠が浮かび上がった。当時、現場付近で目撃証言をした人物が、実は別の人間を見ていた可能性があることが、新たな証言によって示されたのだ。目撃者本人は高齢となっていたが、あの時、自分が見た顔は、報道で見た顔とは違っていた。と、静かに、しかしはっきりと語った。証拠は、一つではなかった。複数の事実が、同じ方向を指していた。交通カードの記録、内部告発者の証言、目撃者の再証言、それぞれがバラバラに存在していたのではない。組み合わさることで、一つの真実の輪郭がくっきりと浮かび上がってきた。真犯人は別にいる。その可能性が今や否定できないものとして法廷の舞台に上がろうとしていた。そして最新の扉はゆっくりと、しかし確実に開き始めていた。最新の扉は開き始めていた。しかし扉を開けることと中に入ることは全く別の話だった。弁護団が再審請求を提出した日、法廷の空気は重く沈んでいた。29年という歳月が石のように積み重なっていた。検察側は依然として有罪を主張した。証拠は十分だった。当時の捜査に問題はなかった。そう繰り返した。だが今回は違った。交通カードの記録が正式な証拠として提出された。1997年、事件が起きたその夜、袴田氏は大阪にいたはずだった。しかし、カードのデータは東京の地下鉄改札を記録していた。距離にしておよそ 1000km、物理的に不可能な話だった。IMG、東京の地下鉄改札口、古い交通カードのクローズアップ、モノクロ帳。弁護側は言った。この記録は当時から存在していた。なぜ無視されたのか。法廷が静まり返った。捜査資料を改めて精査すると驚くべき事実が浮かんだ。カードの記録は当時の捜査報告書にも記載されていた。しかしそれは関係なしと一項で片付けられていた。たった一項で29年がそこに埋められていた。内部告発者の証言も法廷で読み上げられた。事件当時、捜査の現場にいた元刑事の言葉だった。自白を取るよう圧力があった。
証拠よりも自白が優先された。その声は震えていた。IMG 薄暗い法廷。証言台に立つ置いた男性のシルエット。そして目撃者が再び証言台に立った。初公判では犯人に間違いないと断言した人物だった。しかし30年近くが経ち、その言葉は変わっていた。あの夜、私は怖かった。警察に言われた通りに話してしまった。真実はゆっくりと、しかし確実に形を変えていた。裁判長が書類を手に取った。長い沈黙があった。そして言葉が静かに落ちてきた。再審を開始する。法廷の中で誰かが息を飲んだ。29年間沈黙を守り続けた男が初めて目に涙を浮かべた。無罪はまだ確定していなかった。しかし扉はついに開いた。真実への道はここからが本番だった。無罪判決のその日まで戦いはまだ続く。再審は始まった。しかし無罪という2文字が確定するまでにはさらに時間が必要だった。証拠の再鑑定、証人の再尋問、そして29年という歳月が作り上げた記録の全てを洗い直す作業。それは想像以上に重く遅いプロセスだった。そして2026年、ついに判決が下りた。無罪。法廷にその言葉が響いた瞬間、傍聴席から静かなおえつが漏れた。弁護団の一人が顔を両手で覆った。長年この日のために戦い続けた人々が声を上げることもなくただ泣いた。当の本人はどこか呆然としていた。喜びよりも先に来たのは静寂だった。29年間刑務所の中で生きてきた男にとって自由という概念はもはや遠い記憶だった。外の空気がどんな匂いかも忘れていた。釈放された日、彼は空を見上げた。誰かが傘を差し出した。その日は小雨が降っていた。彼は傘を受け取らなかった。雨に打たれながらただ立っていた。それが自由だったから。国家による保証は後日行われた。日本の刑事保障制度に基づき拘禁されていた日数に応じた金額が支払われた。29年、1万日を超える日々。数字にすればそれなりの金額になる。しかし彼が失ったものを金が取り戻すことはできなかった。30代に入る前に逮捕された彼は60代になっていた。結婚はしていない。子供もいない。両親はすでに他界していた。友人と呼べる人間もほとんど残っていなかった。社会は29年分だけ先に進んでいた。変わったものと変わらなかったもの。街並みは変わり、スマートフォンが世界を覆い、あの頃の交通カードはもう使われていない。しかし彼の中にある傷は判決一つで消えるものではなかった。無罪とは何もなかったということではない。29年間、確かに何かがあった。奪われた時間は戻らない。それでも彼は今日も生きている。真実は遅れてやってきた。しかしそれでも来た。その事実だけが今の彼を支えていた。次回はこの物語の最後の章。全てが終わった後に残るもの、そしてこの事件が私たちに問いかけるものを見つめていく。全てが終わった。いや、本当に終わったのだろうか。29年という時間は数字にすればただの数字だ。しかしそれは一人の人間のほぼ全てだった。青年だった彼は気づけば老いていた。自由の中で経験するはずだった全てのことが塀の中で静かに消えていった。無罪判決は確かに出た。しかし誰も彼に29年を返すことはできない。今回の再審で明らかになったのは1枚の交通カードだった。1997年、彼が東京の地下鉄を利用していたという。その記録、大阪の犯行現場からおよそ 1000km 離れた場所に彼はいた。それを示す証拠は最初から存在していた。なぜ見逃されたのか、なぜ無視されたのか、その問いに今も明確な答えは出ていない。IMG
古びた交通カードが薄暗い光の中に置かれている静止画。司法の誤りは特別なことではないという声がある。人間が作った制度である以上、完璧ではないという言い方もある。しかし、その誤りを生きて受け続けた人間がいる。その重さを数字や制度の話に還元してはいけない。彼の戦いは終わった。だが、問いは終わっていない。あなたの隣にもし同じことが起きたとしたら、あなた自身が誰かに疑われたとしたら、その時あなたを守るものは何だろうか。証拠は語る。しかし、それを聞こうとする意志がなければ、証拠は沈黙する。真実は待っている。誰かが気づくまで、今日もどこかで声を上げられない誰かがいるかもしれない。この物語をただの過去の話として閉じないでほしい。それが29年を生き抜いた彼へのせめてもの敬意だと思う。